みんなずんだもんなのだ。今回は中央アジアに位置する大きな国カザフスタンを紹介するのだ。そしてみんなに驚きの豆知識があるのだ。実はみんなが普段食べているあのリンゴ、そのご先祖様は実はカザフスタンにいるらしいのだ。すごいのだ。昔の首都アルマトイの名前も現地の言葉でリンゴの地っていう意味なんだって。まさにリンゴの聖地なのだ。リンゴ好きにはたまらないのだ。今日はそんなカザフスタンにまつわるニュースを全部で5つ紹介するのだ。中でも特に注目なのが今日の5つ目のニュースなのだ。ユーラシア、アルメニアとアゼルバイジャン、ホワイトハウスで歴史的な和平合意に署名っていう記事なのだ。アメリカでアルメニアとアゼルバイジャンの歴史的な和平合意が結ばれたみたいなのだ。大統領と首相、そしてアメリカの大統領が共同宣言に署名したらしいのだ。これで長年の争いが平和的に解決する方向に進むかもしれないのだ。トランプ大統領も両国が敵対行為を永遠に止めてお互いを尊重するって言ってるのだ。さらにアメリカ主導で新しい輸送路を作る計画もあるし、アメリカが99年間も独占的な権利を持つ輸送通信の封鎖解除の合意もあるのだ。軍事協力の制限も解除されるみたいだから、これから世界が大きく変わるかもしれないのだ。とっても重要なニュースなのだ。この動画が面白いって思ったら、高評価とチャンネル登録も忘れずによろしくなのだ。さあ、みんなで一緒にカザフスタンの世界を見ていくのだ。カザフスタンは広大な中央アジアに位置する国なのだ。首都は未来都市のような雰囲気のアスタナなのだ。歴史をたどると、古くは遊牧民の文化が根付き、シルクロードの要衝として栄えた時代もあったのだ。ソビエト連邦からの独立を経て、現在は共和国として大統領を中心とした政治体制を敷いているのだ。人口はおよそ1900万人。多民族国家で、カザフ人とロシア人が多く暮らしているのだ。主要産業は石油や天然ガスなどの資源エネルギーなのだ。近年は経済発展を目指し、農業や観光業にも力を入れているのだ。文化面では遊牧民の伝統を受け継ぐ音楽や工芸品が有名で、特に馬と鷹を大切にする文化が息づいているのだ。最近では経済改革や国際的な役割の強化が注目されているのだ。中央アジア地域の安定に貢献しようと様々な取り組みを言っているのだ。一つ目のニュースなのだ。国家元首トランプ氏のアルメニア、アゼルバイジャンは平合意への貢献を称賛。2025年8月9日09:32という記事なのだ。カザフスタンのトカエフ大統領はアゼルバイジャンとアルメニアの和平合意を歴史的な成果だって評価したみたいなのだ。この合意は両国間の長年の紛争に終止符を打ち、平和的な協力関係を築く道を開くものなのだ。トカエフ大統領によると、この合意はアメリカのトランプ大統領の仲介のおかげで実現したみたいなのだ。トランプ大統領は両国のリーダーに政治的な意思と戦略的な先見性を示すように説得したのだ。カザフスタンも和平合意に貢献したみたいで、和平条約の交渉場所としてアルマトイを提供したのだ。ワシントンではアゼルバイジャンの大統領、アルメニアの首相、アメリカの大統領がバクーとエレバンの和平に関する共同宣言に署名したのだ。二つ目のニュースなのだ。カシム・ジョマルト・トカエフ大統領、シンガポール大統領に建国記念日の祝賀メッセージを送る。2025年8月9日11:32という記事なのだ。カザフスタンのトカエフ大統領がシンガポールのシャンムがラトナム大統領に独立60周年のお祝いを送ったのだ。シンガポールは持続可能な成長と革新的な近代化の素晴らしい例を示しているって褒めてるのだ。カザフスタンにとってシンガポールは信頼できるパートナーで、協力関係は強固な基盤の上に築かれてるって言ってるのだ。両国間の協力には大きな可能性があるって期待してるみたいなのだ。大統領は
シンガポールの目標達成に向けた取り組みがうまくいくように願ってるのだ。3つ目のニュースなのだ。カザフスタンとロシア、アルマトイ州での原子力発電所建設協力について協議。2025年8月9日、1238という記事なのだ。カザフスタンで最初の原子力発電所を建設する計画が進んでるのだ。オルジャス・ベクテノフ首相とロシアのロスアトムのアレクセイ・リハチェフさんが会談したのだ。発電所の建設場所はアルマトイ地域で、建設開始はつい最近発表されたばかりなのだ。会談では、地元の資材や人材を積極的に活用する方法や、核燃料サイクルのローカライズについて話し合ったのだ。カザフスタンと海外のパートナーが協力する国際的な共同事業体を設立することも検討してるのだ。ロシア側は、カザフスタンの企業と協力して、発電所建設に必要な支援を惜しまない姿勢を示したのだ。ベクテノフ首相は、このプロジェクトが国家原子の管理下にあることを強調し、政府として必要な支援を行うことを約束したのだ。発電所の建設に向けて、地質調査が18ヶ月かけて行われる予定なのだ。地盤の状態や地震の活動状況などを詳しく調べるのだ。カザフスタンとロシアは、原子力発電所の建設に向けて協力していくのだ。4つ目のニュースなのだ。ソルブラク湖でヘリコプターの破片と遺体発見。国防省発表。2025年8月9日、1348という記事なのだ。国防省によると、行方不明になってたEC-14 防軍用ヘリの墜落場所が特定されたみたいなのだ。緊急事態省とか内務省とかと一緒に衛星データを使って計算した結果、場所が分かったらしいのだ。そんでね、捜索隊がすぐに出動して水中作業でヘリの一部と水深14メートルのところに遺体を発見したみたいなのだ。今は身元確認中らしいのだ。このヘリは7月25日にアラールマトイ地域でレーダーから消えたみたいで、乗員は3人だったらしいのだ。他の地域からも救助隊とか機材が派遣されたみたいだったけど、残念な結果になったのだ。5つ目のニュースなのだ。ユーラシア、アルメニアとアゼルバイジャン、ホワイトハウスで歴史的な和平合意に署名。2025年8月9日、0857という記事なのだ。アメリカで歴史的な和平合意が結ばれたみたいなのだ。アゼルバイジャンの大統領、アルメニアの首相、アメリカの大統領が共同宣言に署名したらしいのだ。これでバクーとエレバン、つまりアゼルバイジャンとアルメニアの関係が平和的に解決する方向に向かうみたいなのだ。トランプ大統領によると、両国は敵対行為を永久に停止し、お互いの主権と領土保全を尊重することを約束したみたいなのだ。これでやっと平和が実現するかもしれないのだ。さらに、アメリカ主導で TRIPP っていう国際平和と繁栄のための輸送回廊を作る計画もあるらしいのだ。アルメニアの首相は、これが地域の持続可能な発展につながるって言ってるのだ。あと、輸送通信の封鎖を解除する合意もあって、アメリカが99年間、このプロジェクトの独占的な権利を持つらしいのだ。OSCE っていう機関に、ミンスクプロセスの完了と関連組織の閉鎖を求める共同声明も出したみたいなのだ。アメリカはアゼルバイジャンとの軍事協力に対する制限も解除するみたいだから、これから両国の関係がもっと深まるかもしれないのだ。今日はカザフスタンと周辺地域のニュースをお届けしたのだ。和平合意や経済協力など明るい話題もあるけど、ヘリの事故は残念だったのだ。これからもカザフスタンの動きから目が離せないのだ。こんにちはなのだ。この番組では
り知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけない。けれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声。そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。